俺の名前は横山修二。俺は自分の父親の顔も名前も知らない。母は田舎を飛び出し、都会に出て水商売をしていた。その時に複数の男性と交際関係にあったらしい。そのうちの誰かが俺の父親だ。奔放な母だったが、俺の妊娠が発覚してすぐ田舎に戻ってきた。俺を育てるために水商売から足を洗い、プライドを捨てて両親に土下座して援助を申し込んだ。そして母の両親、俺にとっての祖父母は所有していた古い家を母に無償で提供。貧乏な暮らしだったが、自宅周りで農作物を栽培していたので、食べるものにはなんとか困らない生活ができた。だが、私のせいで苦労をかけてごめんね。父親が誰かわからないというのは、話題の少ない田舎にとって刺激的なニュースだ。周りから好奇の目で見られ、いつの間にか小学校で仲間外れにされていた。俺や俺の母親を侮辱する言葉を浴びせられた回数は数えきれないし、口に出すのもはばかられるようなひどいことをされたこともある。辛いこともたくさんあったけれど、祖父母と母親は俺に愛情を存分に注いでくれた。そのおかげでこの田舎を嫌いになることもなかったし、俺にとって大切な故郷だと胸を張って言える。その後、俺は街中にある高校へ入学。高校生活はとても充実していたが、一番の出来事はみゆきと出会ったことだ。好きです。付き合ってください。入学式でみゆきに一目惚れした俺は、その後、彼女と親交を深め告白。彼女からイエスの返事をもらえた時は、天に昇るくらい嬉しかった。俺の住んでいる田舎より街中にあるとはいえ、この高校も十分田舎だ。同級生たちのほとんどは都会に憧れていたが、俺はいつかあの田舎に戻り、のんびりと暮らすことが夢だった。いいわね、その夢。私も一緒に叶えたいわ。みゆきも俺の夢に同意してくれて、いつか彼女と一緒に夢を叶えることを目標にして努力し続けた。順調に大学へ進学し、一般企業に就職。そこでみゆきに結婚しようと告白したが、ごめんね、まだちょっと早いかな。最初、彼女は嬉しそうな顔を見せたが、その直後、なぜか悲しそうな顔をしてそう言ったのだ。その頃からみゆきは塞ぎ込むことが多くなる。その理由を聞いてもはぐらかされるばかりで、そしてある日、俺は彼女に振られてしまった。初恋の傷はとても深く、その後何人かの女性とお付き合いしたけれど、結婚には至らず。みゆきと再会したのは35歳の時。同窓会で彼女と再会し、左手の薬指に光る指輪を見て、俺の恋心は完全に砕けっ散ったのだ。後から聞いたのだが、みゆきの父親が勝手に許嫁を決めて、彼女は厳格な父親に逆らうことができなかったらしい。相手は父親の会社と親交の深い相手で、断ると仕事に影響が出るらしく。そうか、あの時悲しそうな顔をしていたのはそれが原因だったのか。だけど今さらどうすることもできない。お互いが選んだ道だ。後悔がないように生きていくしかない。せめて彼女が幸せであることを祈り、砕かれた初恋をそっと心の奥底に閉じ込めた。それから10年後、俺は夢を叶え、地元の田舎で一人暮らしをしていた。45歳になったけれど独身で、周りから見れば孤独でかわいそうなやつかもしれない。だけど去年亡くなった母から継いだこの家は俺の宝物で、その家に住めるのはこの上ない幸せなのだ。そんなある日のこと、あいつらようやく結婚するのか。高校の同級生である
神田真由子から結婚式の招待状が届き、思わず笑みがこぼれた。彼女は浮気されて離婚し、とても辛い日々を送っていた。そんな時に彼女を支えたのが、今回の結婚相手である同級生で、俺もよく知っているやつだ。幸せな式になるだろうなと思い、参加に丸をつけたのだが、あら、久しぶりね、修二。隣の席に座ったのは、元カノのみゆきだった。ああ、久しぶりだね、みゆき。元気にしてた？まあね、あなたは？元気だよ。独り身だけど、毎日充実してる。にこりと笑う俺とは対照的に、彼女の顔はひどく歪んでいる。あら、独身で田舎の古い家に一人暮らししてるのに、充実してるですって？ずいぶんと幸せそうね。そうだね。俺は幸せだよ。ところで、私、あなたと別れた後に結婚したのよ。相手は大企業のエリートなのよね。あの時、あなたと別れて正解だったわ。みゆきが勝ち誇ったかのように笑う。そうか、それはよかった。え？少し心配してたんだ。別れる直前の君、元気がなさそうだったし。でも、今は幸せに暮らしてるなら、俺も嬉しいよ。心からそう思っていたので、正直な気持ちを伝えると、みゆきはかなり驚いた顔を見せて、そして、毒気を抜かれたわ、と言い、苦笑いをこぼした。久々に再会した元彼が幸せそうで、ちょっと悔しかったから意地悪したのに。ほんと、昔から変わらないわね。あなたが住んでるあの場所みたいに、純朴で純粋。それに、とっても温かくて優しいわ。なんだ、様子がおかしいと思ったら、そんな理由があったのか。ごめんね、意地悪なこと言って。いいんだ。それから、昔と同じく、優しくて穏やかな彼女に戻り、一緒に真由子の結婚を祝福した。二次会の会場に移動し、酒を飲みながら、お互い近況報告をする。45歳ともなれば、みんな落ち着いて平和な生活を送っているが、みゆきだけは違うようだ。みゆきの旦那は会社役員で、このまま行けば社長になると言われているらしい。だけど、あの人は仕事ばかりで、家庭を顧みないで、俺は次期社長だって選ぶっちゃって。ぶっちゃけ、あの人にとって私は子育てと家事をする召使いなのよね。暗い話しちゃってごめんね。その話を聞いた主役の一人である花嫁の真由子は少し考える様子を見せてみゆきにこう尋ねた。みゆき、あんたの旦那って一橋商事だっけ？ええ、そうだけど。一橋商事という会社名を聞き、俺は驚き声を上げた。そこって。みゆき、あんたの旦那の会社って修二の会社じゃない？みゆきから驚いたような視線を向けられ、俺はうなずいて返した。そこは俺の会社、正確には俺の会社の傘下に入った企業だ。そうなの？混乱しているみゆきを落ち着かせながら、俺は事情を説明した。大学卒業後、俺が就職したコーダ株式会社はかなりの大手だった。田舎者で何の取り柄もない俺が就職できたのは単に運が良かったからだろう。しかしなぜかそこの社長に気に入られ出世コースに乗る。あれよあれよという間に昇進して大手企業の波にもまれ、さまざまな経験を積み、早くに隠居したいという社長の希望もあり、5年ほど前から社長の椅子に座ったのだ。現在は田舎の家に住みながら、主な仕事はリモートワークで済ませている。前の社長も変わり者だったけれど、田舎に住んでリモートで仕事をしている俺もかなりの変わり者だと思われているだろう。一橋商事は前から業績不振気味でね。それを打開するために
うちの会社の傘下に入りたいって打診があったんだ。でも、まさかみゆきの旦那の会社だとは思わなかったよ。あなたには旦那を紹介してなかったしね。旦那の会社がどこかと合併したっていうのはちらっと聞いていたけど、私、ずっと家にいるからそういう話題には疎いのよ。混乱が解けたみゆきだったが、今度はその顔にわずかな憤りをにじませる。俺は社長になる人間だぞって選ぶって、それを理由に私と子供をないがしろにしてきたのに、嘘だったってこと？社長の任命権は俺にあるけど、みゆきの旦那さんって寺田さんだよね。一橋商事の専務の。ねえ、そうよ。以前、役員会議で会った時の彼を思い出す。同年代の俺を友人と勘違いしているのか、フランクすぎる態度を取られて、あまりいい印象ではなかった。はっきり言わせてもらうけど、社長の器じゃないよ。あの人、この前、社長になる俺がボロ車に乗ってるなんて恥ずかしいだろって言って、高級車を買ったの。前の車のローンがまだ残ってるのに、私にはろくに生活費も渡してくれてないのに。それどういうこと？みゆきがポツポツと語ったのは、彼女に対するモラハラと経済的 DV と受け取れる内容だった。その話が本当なら、俺は君をこのまま見捨てるわけにはいかない。あなたに迷惑をかけるわけには。迷惑なんかじゃない。それに、俺の会社にそんな奴がいる方が問題だよ。そして俺はすぐに動き出した。2ヶ月後、みゆきは旦那に慰謝料請求と離婚届を突きつける。お前みたいな専業主婦が慰謝料請求だって？家事と子育てをするしか能のない、社会経験もないバカなお前が？冗談も大概にしろ。そう言い、みゆきを見下し、バカにして笑っていた旦那だったが、私は本気よ。これからは、この弁護士が窓口になるから。そっちも弁護士を雇うなら、お好きにどうぞ。みゆきが渡した弁護士の名刺と連絡先を見て、旦那はポカンと間抜けな顔を見せたそうだ。それと、バカなのはあなたの方よ。みゆきは、旦那にとある書類の束を投げつける。そこには、旦那が浮気していた証拠が入っていた。なんでこれを？更新所を雇って調べたわ。あなたが浮気してるのは気づいてたけど、決定的な証拠を集めるためにプロに頼んだのよ。お前がそんなことできるはずないだろ。誰の差し金だ。さあね。とにかく、私は子供を連れてこの家を出ていくわ。裁判でも何でもやる覚悟だから、そのつもりでいてね。そして、みゆきはまだ小学生の娘を連れて実家へ戻った。という報告をまゆこを交えた喫茶店の席で彼女から直接聞いたのだ。修二、本当にありがとう。弁護士の先生を紹介してくれるだけじゃなく、更新所の手配まで。いいんだよ。あの人、この前役員会議で自慢げに女遊びの話をしていてさ、慰謝料請求をするなら話のネタは多い方がいいと思って。浮気する男って最低よね。徹底的に制裁を受ければいいのよ。新婚のまゆこがプリプリと怒りながら言う。独身の俺と離婚協議中のみゆきは苦笑いをこぼした。その後、みゆきは慰謝料を受け取り、旦那と離婚。浮気の内容がかなりひどいものだったことに加えて、経済的 DV とモラハラの件も実証され、かなりの高額請求になったらしい。旦那は新しく買ったばかりの高級車を売る羽目になったそうだ。妻には見捨てられ、子供の親権も奪われ、金もなくなった彼は意気消沈。明らかにやつれた様子だった。とどめを刺すという意図はなかったけれど、この時期にちょうど一橋商事の社長任命をしなければならず、俺はみゆきの元旦那ではなく、彼より有能で人望のある役員を任命した。
社長になると信じきっていた彼は、この決定に心を砕かれたようで、最近は会社を休みがちで家に閉じこもっているらしい。経営者としては、休みがちで使えない社員は不要なので、次期専務の任命を検討しているところだ。すべてが終わり、マユコには直接会って報告した。マユコは、みゆきが慰謝料請求と離婚手続きで大変な時に、子供の面倒を見てくれたり、生活をサポートしてくれたりと、いろいろと手を尽くしてくれたらしい。改めてお礼を言うみゆきに向かって、まゆこはにやりと笑いながら、こんなことを聞いた。元彼のおかげで、晴れて自由の身になれたわけだし、元さやに戻る気はないの？みゆきと俺は顔を見合わせて、そして同時に笑い声を上げた。元さやはないわね。だな。どうしてよ。不服そうに言うまゆこに、俺とみゆきは苦笑いをこぼしながら説明する。みゆきとの間にはもう恋愛感情はないんだよ。彼女と別れた時、お互いの恋愛感情はきれいさっぱり消え失せた。そうね。いつまでも未練たらたらなんて、修二に対して迷惑だわ。だけど、今はそれ以上の強い絆で結ばれてる、と俺は思ってる。少し自信がなくてみゆきを見やると、彼女は満面の笑みを浮かべてうなずいてくれた。そう、修二と私は親友よ。まあ、あんたたちが幸せならそれでいいわ。まゆこが笑顔を浮かべる。俺とみゆきも昔に戻ったかのように心から笑い合った。人生は出会いと別れの連続だ。その時々の出会いを大切にして、別れた後も築いた縁は大切にしていきたい。みゆきとの出会いは俺の人生にとって素晴らしい縁だった。これからもずっとこの縁を大切にしていきたいと思っているよ。